はいガイズ、一斉眼のブレンの生後の方だけです。で今日は今月は10月ということでハロウィンがあるということなので、ちょっとゾンビメイクをこれから初めて人生で初やっていきますね。今ね本当に寝起きでお風呂も入ってない状態で、なんかちょっとねもう髪の毛も寝癖ゾンビっぽいし、なんかまあひげも剃ってないし、なんかまあゾンビっぽくなるかなと思ってちょっとやってみます。じゃあやってみよう。これこの間コスプレ屋さんで買ってきたアイシャドウです。アイシャドウをまず塗ってきます。メイクの仕方とか全然わかんないので、もう本当に自己流でねやってきます。よいしょ。まずは目の下にちょっとなんか今日目が充血してるからなんかゾンビっぽいかも。ちょっとゾンビっぽく見えるためにクマを描いていきます。からここ難しいね。もう本当に適当にやってるので、メイクのプロの方とかが動画見てたらちょっと怖いですけどこうやれば自然になんかぼやけていくのかな。なんか映画のゾンビって結構あれですよね、黒いですよね。このなんか火で焼けたような跡があるっていうか。何もつけてこんなもんかなもうゾンビっぽい。あとは今回はつけまのりとあとはティッシュを使ってそのちょっと傷をここら辺に作ってみようかなと思います。このなんか肌に優しそうなアロエのやつをね買ってみました。手で塗るのはちょっとベタベタしそうな、くっついちゃいそうなので綿棒で塗ってきます。おい、これちょっと白いけど乾いたら透明になるみたいなこと書いてあったので信用して使います。こんな感じでペターって塗ってきます。でその後にちょっと細かくちぎったティッシュをペタ。なんか安すぎるつけまのりだとなんかティッシュが剥がれちゃうみたいなことを聞いたので、これいいかも。結構くっつく。こんな感じです。ティッシュを細かくちぎって顔全体に貼ってきます。でこの後にこのね、私が使うのはもう今日は BB クリームしか持ってないので、肌の色になじむようにちょっとだけティッシュの上から BB クリームを塗ってきます。多分本当はねファンデーションとかパン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 ってやるタイプのこのリキッドじゃない方がやりやすいと思うんですけど、私普段メイクとかしないのでそういうの持ってないのでね、今回はこのリキッドタイプの BB クリームで地道に。ファンデーション持ってる人は絶対ファンデーションでやった方がいいね。これはなんかねもうちょっと肌が腫れてるような感じに見えると思うんですけど、上から今度は後でまた黒も塗るんですけど、その前にちょっとグリーンの色を使ってこの上につけていこうかなと思います。このなんかねちょっとところどころ白くなってるんですけど、ここは後で血のりを塗って白の部分を目立たなくするので大丈夫です。これね口の横につけとくとなんか殴られたような青あざみたいなイメージになりますね。OK、黒のやつをここにもちょっと塗っていきます。あとその後に買ってきたこの血のりをこれから使っていきます。これね多分日本でも100均とかで売ってると思うので、ぜひ使いたい方は100円ショップとかで行って買ってみてください。ちょっと家にこのトレイがあったのでこれに血のりをちょっと出していきたいと思います。人生で血のりを使うの初めてなのでちょっと楽しみです。なんか海苔の匂いがする。血のりだからかな
感じで。怖いね、本当にちょっと血みたい。でこのね白いところがあるとちょっとティッシュってのがバレちゃうので、そこ見えないようにね。本当にさっきから言ってるけど、そのパウダータイプのファンデーションだったら問題ないと思います。すぐ白いの隠せるのかなと。そっか、これね2枚ティッシュを重ねてやっちゃったのが悪いかも。この下のねもう1枚のティッシュがペロンって出てきて、それが白く見えちゃう。今度やるときは1枚に剥がしてやろう。その方がいいですね。これ前もって黒目のファンデーションとかに塗っとくとね、ちょっと血が濃く見えるので余計傷っぽく見えますよね。ちょっとで、あとまだ血のりがね残ってるので、これを口の横とかどうかな、どうなんかそれっぽく見えますか？もう本当に初めてのねちょっとゾンビメイクなので、ちょっとねまだまだだよっていう方もいると思うんですけど、ちょっと初めてのメイクプラスゾンビメイクをやってみました。ちょっと違う多いかな。こっちもやってみようかな。じゃあ時間あるし今回はねちゃんとこれを剥がします。1枚もう剥がれてる。よし。これさ、最初からこれに色塗ったらいいんじゃないって思うんだけどね。その方が良さそうだよね。こんな風にあれいいんじゃない？最初から薄いティッシュ1枚やった方がいいかもしれない。もしかしたらここら辺にしようかな。こういうのってね左右対称にしちゃうとちょっと変かなと思うね。ここがいいかな。上の方がいいかもね。ここら辺にしてみようかな。そうこうしてるうちにこんな感じで乾いたので、完璧にね乾いてなくてもいいと思います。剥がせるんだったら。よいしょ。ちょっとねいらないと思ったところ来ちゃった。こんな感じで引っこ抜いちゃっていいかと思います。こんな感じです。でさっきと同様グリーンのやつを塗ったり黒のやつを塗ったりしてきますよ。こんなもんかな。あとは最後にまた血のりを塗ってきます。まだ全然余ってる血のり。まだ使えそう。もっとね上手い人だったらねもうちょっとこのティッシュ感が出なく作れるんですけど、私の場合だとこれが限界かも。今ねちょっとファンデーションとその血のりを混ぜてみてます。これいいかも。私そのピンクのファンデーション持ってなかったんですよ。なのでこのねそのティッシュ感がちょっと残っちゃってるんですけど、このさっきの BB クリームとあとこの血のりを混ぜたんですね。こんな感じの色になってちょっとピンクっぽい色になりました。で私ちょっと腕っていうか指に黒のファンデーションがついたので、それも一緒に混ぜてみたらちょっとピンクプラスちょい黒みたいな色になったので、これをこのちょっとティッシュ感の色が残ってるところとかに上から塗ってってあげるとちょっとリアルな肌に見えるかもしれないと思いました。これね本当は最初にしとくべき色ですね。でその後に上から血のりを塗るのが正解だと思います。このピンクっぽいのを最初にやっとけばいいんだね。肌っぽく見えるね。そしたら
なんとなくね見えてきた見えてきたよ。これだけでもなんかもう怖いね。ひびが生えてる。これピンク結構大事かも。なんかこれすることによってリアル感増してません今。これにさらにまた上に血のりをつけるんですけど、これ絶対やった方がいいやつですね。もう知ってるよって感じだと思うんですけど、このピンク結構重要だと思いました。で最後に血のり、この本当の赤で上から仕上げるって感じがいいのかもしれない。血のりを使うことでちょっと立体感、これね、そうね、今ここにねちょっとアクシデントでボンって塗ったけど、でもこれもいいかもね。大きいこういうやつを塗って、でちょっと広げるタイプのやつ。あとはなんか本当に液体ドロッとしたのをここみたいにドゥルーンって垂らすとちょっとリアルですね。あとはちょっとこういう隙間が空いてるところとかに血をベーってつけとくとリアルな感じになるかと思います。なんかいいんじゃないいいんじゃない、なんかちょっといいんじゃない、初めてのハロウィンメイク。ちょっとここペロンペロンってしてるけど、よいしょ、これは押さえて。どうですか皆さん、これいいと思いますか？どうですか？角度によるかも。この角度いいかもね。これで完成です手汚い。どうですか？私初めて今回ハロウィンメイクをしてみたんですけど、これでも十分なんか気持ち悪いっていう感じですよね。自分で見てて思いますもん。でもね、ちょっと近くで見ると血がついちゃった。近くで見るとちょっとティッシュ感は出てるんですけど、それは致し方ないことなので遠くから見るとちょっと怖いですか？ゾンビ感出てますかね？はい、じゃあ今日の動画はここまでになります。で今回はね、何回も言ってるんですけど、初めてちょっとゾンビメイクというものにね挑戦してみようと思ってやってみました。実際やってみてやっぱりうまくいかないこととかあって、そのティッシュやっぱり1枚剥がしとくべきとか、こっちはティッシュ2枚でやって、こっちティッシュ1枚の剥がしてやったので、やってみてやっぱり剥がした方がちょっとやりやすいっちゃやりやすいし、なんか1枚剥がした方がどっちかっていうとなんかその皮膚をペリってね、ちょっと怖いですけど皮膚をペリって剥がしてそこからちょっと血が出てるっていうイメージになるかなと思います。で2枚重ねた方がちょっと厚みが出るので、なんかちょっと怪我して腫れてそこからぐちゅぐちゅっていうイメージになるかなと思います。なので私みたいに片方こういうメイクして片方こういう風に厚ぼったいメイクをするっていうのもいいかなと思います。順番的にはファンデーションをティッシュの上に塗って、その後にピンクの色でまた上からさらに塗って、でその後に黒と、あとは私が今回使ったのはグリーンの緑の色でねちょっと色を付け加えて、その後に最後に仕上げに血のりをドバーッとこういう風につけたり、あとは血のりをねビリビリビリってちょっとまんべんなくつけたりとしてみました。私は結構初めてやった割にはいい感じにできたんじゃないのかなと思うので、もし家になんかそのメイクグッズが揃ってるよっていう方とか、あとは私もこれ総額で100均で全部日本の場合だと売ってると思います。血のりも100均で売ってて、 BB クリームはちょっと500円ぐらいで安いのは買えると思うんで、それぐらいで買ってもらって、あとはアイシャドウの黒とかそのグリーン系のやつとかも100均でね、本当にそのパレットででっかいやつで100均で売ってたりするので、そこでぜひ買って揃えてみてもいいかもしれません。あとは私はやらないんですけど、そのコンタクト、白のコンタクトとかを入れてゾンビ風にさらに仕上げてもいいのかなと思います。今年のハロウィンね、
ゾンビメイクしてみたいという方がいたらぜひちょっと簡単にできるのでぜひやってみてください。じゃあこんな顔でお別れですけど、また次の動画でね普通の顔の時にお会いしましょうバイバイ。